静かな夜ですね。今夜もクワイエットジャパニーズナイトストーリーズへようこそ。窓の外にはしんしんと雪が降っています。白い雪は音を吸い込み、世界をひっそりと静かに包みます。こんな夜には日本に古くから伝わる少し不思議で少し神秘的な物語を思い出します。今夜の物語は雪女。吹雪の夜に現れる美しく白い影のような存在です。それでは静かな雪の夜へゆっくりと耳を傾けてください。昔々、武蔵の国の小さな村に2人の木こりが住んでいました。一人は模索、年を取った静かな老人です。もう一人は若い少年の美濃吉、まだ18の背の高い素直な若者でした。2人は毎日村から遠く離れた森へ行きます。森まではおよそ2里ほどの道のり。朝の空気はさらさらと冷たく、霜の降りた草がシャリシャリと音を立てます。その森へ行く途中には大きな川が流れていました。水はいつもゴーゴーと力強く流れています。この川には橋がありません。渡るには渡し船に乗るしかありませんでした。村人たちは何度も橋を架けようとしましたが、春の洪水が来るたびに橋が流されてしまいます。激しい流れは人の作った橋など簡単に壊してしまうのです。それでも模索と美濃吉は毎日森へ通いました。朝は霧の中を歩き、夕方には木の束を背負って帰ります。そんなある日のことです。冬の夜でした。空はどんよりと暗く、冷たい風がヒューヒューと吹いています。やがて吹雪が始まりました。雪は激しく舞い、風はうなるように木々に吹きつけます。ザーザーと空いっぱいに白い雪が踊っていました。帰り道の途中で2人は渡し場に着きました。しかし船がありません。渡し森はすでに家へ帰ってしまったようでした。川の向こう岸に船が残されています。この吹雪では泳ぐことなどできません。川の流れはゴーゴーと荒れています。そこで2人は渡し森の小さな小屋に入ることにしました。助かった、そう思いました。小屋はとても小さくて2畳ほどの広さしかありません。窓もありません。入り口はたっ
た一つの扉だけです。火を焚く場所もありませんでした。二人は扉を閉めて蓑を着たまま横になります。外では風が荒れています。ヒューゴー。雪は扉にぶつかりパタパタと音を立てています。小屋はまるで川の上の船のように揺れました。ミシミシ。木の柱が小さくきしみます。模索はすぐに眠ってしまいました。しかし蓑吉はなかなか眠れません。外の音が恐ろしいほど大きいのです。川の音はゴーゴー、風や木々はうなり声のように響きます。空気はどんどん冷え、寒さは骨まで染みます。蓑吉は蓑の下でブルブルと震えていました。しかしやがて疲れた体はゆっくり眠りに落ちていきます。しばらくして蓑吉はふと目を覚ましました。顔に冷たいものが触れたのです。まるで雨のように。雪がパラパラと顔に落ちていました。目を開けると扉が開いていました。吹雪が小屋の中へ入り込んでいます。そして白い雪の光の中に一人の女が立っていました。真っ白な着物を着た女です。まるで雪そのもののようでした。女は静かに模索のそばへ行きます。そして老人の上にゆっくりとかがみました。女は口を近づけ、ふー、白い息を吹きかけました。その息は白い煙のようにも見えました。それから女は蓑吉の方を見ました。蓑吉の胸は恐怖でドクンドクンとなります。叫ぼうとしました。けれど声が出ません。体も動きません。女はゆっくり近づき、蓑吉の上にかがみ込みました。その顔はとても近くにあります。恐ろしい目でした。けれどとても美しい顔でした。白く透き通るような肌、氷のような静けさ。女はしばらくじっと蓑吉を見つめました。そしてふっと微笑みました。そして女は小さな声で言いました。私はあなたもあの老人のようにするつもりでした。でもあなたは若い、とても若い。かわいそうです。だから今夜は助けてあげます。蓑吉の耳元で
女はささやきました。でももし今夜のことを誰かに話したら、お母さんでも誰でも私は必ずわかります。そしてあなたを殺します。覚えておきなさい。そう言うと、女はすっと立ち上がりました。そして扉の外へ静かに消えていきました。美濃吉ははっと体を動かしました。立ち上がり外を見ます。しかしそこには誰もいません。ただ雪だけがしん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 静かに降っていました。小屋の中へ雪が吹き込んでいます。美濃吉は扉を閉め、棒を立てかけました。そして模索を呼びます。模索さん。返事はありません。美濃吉は手を伸ばし、老人の顔に触れました。その瞬間、冷たい、まるで氷でした。模索は凍って死んでいたのです。翌朝、吹雪は止みました。私森が小屋へ戻ると、そこには凍えた茂吉の体と倒れている美濃吉がいました。美濃吉は助けられ、やがて元気になりました。けれどあの夜のことは誰にも話しませんでした。決して誰にも。それから1年が過ぎました。ある冬の夕方、美濃吉は帰り道で一人の少女に出会います。背の高い細い少女でした。とても美しい顔です。美濃吉が挨拶すると、少女は優しく答えました。その声はまるで小鳥の歌のようでした。少女の名前はおゆき。両親を亡くし、江戸へ向かう途中でした。美濃吉は彼女と並んで歩きます。雪道をキュッキュッという足音が響きます。やがて二人はすっかり打ち解けました。美濃吉は言いました。よければ今夜は私の家で休みませんか。おゆきは少し迷いました。けれどやがて小さくうなずきました。美濃吉の母は彼女を温かく迎えました。おゆきは礼儀正しく働き者でした。その姿を見て、母はすぐに彼女を好きになりました。そしておゆきはその家に残りました。やがて美濃吉の妻となりました。それから少し年月が流れます。5年、10年。2人にはたくさんの子供が生まれました。一人また一人、全部で10人。どの子もとても美しい子でした。そして皆肌が雪のように白かったのです。村の人々は言いました。
おゆきさんは不思議だ。10人の母なのにまるで年を取らない。確かにおゆきはいつまでも若く見えました。初めて村に来た日とほとんど変わらないのです。ある夜、子供たちはすやすや眠っていました。おゆきはあんどんの光で針仕事をしています。部屋は静かでした。蓑吉はその姿を見つめて言いました。お前を見ていると思い出すことがある。18の頃、吹雪の夜に不思議な女を見た。その女はお前にそっくりだった。おゆきは針を動かしたまま言いました。その話聞かせてください。蓑吉はあの夜の出来事を話しました。渡し森の小屋、吹雪、白い女、そして茂吉の死。話し終えると蓑吉は小さく笑いました。夢だったのかもしれない。それとも雪女だったのか。その時、おゆきの手が止まりました。針が床に落ちました。おゆきは立ち上がり、ゆっくりと蓑吉の上にかがみました。そして言いました。それは私です。蓑吉の心臓がドクンとなります。私です。雪女でした。部屋の空気がしんと静まりました。私は言いました。誰かに話したらあなたを殺すと。おゆきの声は風のように冷たくなります。子供たちがいなければ今すぐ殺します。でも子供たちの父です。だから生かしておきます。その瞬間、おゆきの体は白く輝き始めました。ふわり白い霧のように広がります。そしておゆきの姿は白い霞となり、屋根へ上がり、煙の穴からするりと夜空へ消えていきました。しんしん、雪だけが静かに降っていました。それから雪女は二度と姿を現しませんでした。雪の夜には不思議な出来事が起こると日本では昔から言われています。もしかすると静かな雪の向こうで白い影が歩いているかもしれません。でも心配はいりません。
今夜はただしんしんと降る雪の音を聞きながら静かにゆっくりと目を閉じてください。あなたの夜が穏やかな眠りに包まれますように。それではおやすみなさい。